いや、これはね、かっこいいです。めちゃくちゃかっこいいですね。いや、ここまで稼働するとは思ってませんでしたね。で、ここにこの玉をこう入れてあげて、引いて、はい、こんな感じで。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。NBK より KSR01 ザ・キング・オブ・ザ・スナイパー限定版です。それでは見ていきましょう。ということで、これ Twitter で少し話題になってましたね。で、自分のところにもね、届きました。で、これ2つありまして、今回限定版なんですけど、通常版っていうのもありますね。通常版がなんか白と青みたいな色で、この限定版がこう黒となんかこう青竹色みたいなちょっと緑っぽい色になっております。いや、でこれめちゃくちゃでかいんですよ。測ります。30センチプラス25センチなので55センチ、この箱だけでっていうめちゃでか。そしてはい、後ろこんな感じになっております。なんとこれ、このロボットからなんかスナイパーライフルにね変形するという、めちゃくちゃでかいんですよ。しかも撃てるんですよ。ということで早速開けていきましょう。中身を取り出すと、ロボットと弾と武器と説明書が入っております。で、こちらの説明書は開くとこんな感じになっておりまして、このロボットモードからはい、こっちのスナイパーライフルですねのモードへの変形のさせ方のみね載っております。それではこのロボットモードから見ていきましょう。ロボットモードの見た目はこのような感じになっております。どうでしょうか。いや、でかいですよ。これも測ってみましょう。ロボットモードの大きさはだいたいでも箱と同じくらい55センチくらいです。めちゃくちゃでかい。で、これおそらくモチーフがこの限定版はトランスフォーマーのネメシスプライムとかね、そのあたりなのかなって感じはしますね。この顔がねこんな感じになっておりますので、でこう多分近くで見るとよくわかると思うんですけど、この造形とか作りが結構シンプルになってますね。でプラの質もこの中国のよくあるこうなんか安っぽそうな質感はしてますね。でもそんな壊れやすそうとかっていう感じはしないですけど、で各所ねでも結構こう塗装とかこう造形が細かい箇所とかねあるので、そこまでなんかなんだろう、この安っぽかったり雑だなっていう風には思わないですね。こんな感じで。で結構やっぱでかいから重いので、そこもね、なんかこう持っててなんかすごいなって思います。でこの後ろこれ見えるかな、ここにスイッチがあるんですけど、ここを押すとはいこのような感じで目が発光します。これ説明書のどこにも書いてなくて、なんか合いそうな LR41 の電池入れたらたまたま光ったっていう感じでしたね。ちょっと説明書にもねちょっと書いてほしかったですけど。であと武器が結構ありまして、このソードとか、あとはこのスコープですね。このスコープはここの部分をこうやって開いてあげて、で肩の後ろにこう取り付けると。ただこれちょっと弱いのでくっつきがこうやって遊んでるとこうポロってね取れちゃうんですけど、一応この肩に取り付けておくことができますよと。そしてこちら、このバレル単品であるんですけど、こっちのこの剣をこうやって変形させてあげると、ここになんとガチャッとこうつけることができて、こういうなんか武器みたいなものになりますね。で一応ここに
こうなんかピンみたいな部分があるので、これをこの拳にも穴があって、そこに取り付けてあげることによってこう持たせやすくするよって感じですね。そしてこれがスタンドパーツ、そのスナイパーライフルになった時にこう支えるパーツなんですけど、一応これをこの腕のここにスライドさせてこう取り付けることはできますね。それでは稼働を見ていきましょう。まず頭がこう1回転して、でこう上とか下とか向けることができます。で次肩がこうちょっと上げすぎるとこのパーツが外れるんですけど、結構こう動く感じですね。でクリックが入ってます。で肘がここまで動いて、この肘の上でこう回転がありますね。で手首もこう動いて、でこう指が第1第2関節で、第3関節がボールジョイントかな、軸があるのでこういろいろ自由に動かせますと。そして腰の可動はなく、足ですね。足がこう前にこう動くというのと、後ろはここが動かないですね。干渉するので。で横がこんな感じで、ここ太ももの上で回転あります。そして膝しっかりとここまで曲げることができますね。そして足首がこうやって回転、この横に動くのと、あとはこのかかとつま先がこう動くっていう。ただちょっとこの足首のここがちょっと緩くて若干なので、この重い体を支えるにはちょっとこう倒れちゃいそうぐらいの感じなので、少し心もとない感じはありますね。ポーズを取らせるとこのような感じになります。さっきの普通に立たせてる状態だとちょっとのっぺり感というか棒立ち感がすごいあったんですけど、こうやってポーズを取らせるとめちゃくちゃかっこいいですよね。これいや、こんな感じでね、こうやっぱ武器もでかいし体もでかいし、で目も光るしっていうので、あとクリアパーツもあるしね、各所。いや、これはねかっこいいですかっこいいんですけど、今これは後ろの壁に支えてもらってますねこのポーズは。あとはこのような感じで片膝で立たせて、で手をねこう置いて武器を持たせてポーズを取らせることもできると、めちゃくちゃかっこいいですね。いや、ここまで稼働するとは思ってませんでしたね。でさっきのこの銃形態だった武器からこの長い、ね、なぎなたみたいなものになるっていう、この武器の変形も面白いですね。いや、かっこいいわこれ。それではこのロボットモードからスナイパーライフルモードに変形させていきたいと思います。で今回ちょっとこの大きすぎるので、この自分の前でね変形させていきたいと思います。まずはこの上、この肩の上についてるこれをパカッとこう取り外してあげると、はい、こうやってね取り外して、でこれが外れます。でこれがこんな感じになってて、こう開くんですよ。で開いて半分に畳むと、こんな感じで。そしたら次はここの肩の横、ここですね、ここがパッと開いてあげます。いきます。はい、こんな感じで開くと、ここ根元にヒンジがついてるので、上にちょっとね上げてあげると、反対側もこうやって上に上げます。でそしたらこれの後ろ、これですね、この部分がここで固定されてるので、これをカパッと開いてあげて、でこれをこうちょっとこう横に開いて、でこれボールジョイントで根元がつながっているので、こんな感じで回転させてあげながら、こっちの下の方、横にこうやってずらしてあげると、で、こんな感じでここの根元にねボールジョイントがついてました。反対側もまずこれをパカッと背中から、はい、取り出して、
でこの根元のボールジョイントでうまくこんな感じで回転させて横にね持っていくと、こんな感じで、はい。でこうなりました。そしたらこの背中の部分ですね、これがパカッと開くようになるので、パカッと開いてこの頭を収納させます。こうやってね収納させて閉じる。はい、これで頭が収納されました。でそうしたらこの上の部分がね、頭があった部分がもう開くので、この部分にさっきの肩の横だった部分ですね、これをこうやって持っていってあげます。でこのあとはこの腕を開いて、両方とも開いて、でこうパカって合わせるみたいな変形になってます。いきましょう。この部分ですね、この真ん中で分割できるので、これをパカッと開いてあげて、こうやってね、はい、パカッと開いて、この肘から下もこの部分でパカッと、はい、開いてあげます。でこっちはこの部分が入ってるんですけど、これを一回出してあげて、でこの指ですね、この指はくるっと回転させてこう入れると、この中に、はい、パカッと入れてあげて、で指をちょっとこう収納してあげつつみたいな感じですね。で反対側のこっちの面ですね、こっちの面のこのパネルが2つあるんですけど、これスライドして上に行くので、はい、カチッてなるまで、はい、スライドさせてあげて、でこの部分でパカッとここを固定してあげると、こんな感じで、でこっち側の方もグッと伸ばして、でここにねカチッと固定してあげると、こんな感じで綺麗にスラッとなります。でこれも反対側の手も同じですね、この前の部分ですね、正面からパカッと開いてあげて、で反対側こっちの肘下もここでパカッと開いてあげます。でそしたらこの指をくるっと回転させてここに入れて、で指を収納させると、はい、こんな感じで、そして反対側ここをスライドさせてカチッと、はい、反対側もカチッとやって、でここをしっかりとこうやってね噛み合わせてあげると、はい、これでこんな感じになるので、あとは真ん中でパカッとこれを2つとも合わせてあげます。こんな感じでね、こうやってパカパカしていって、でこの部分ですね、これがしっかりこう出してあげてください。でこれをパカパカこう閉じていって、でこんな感じで、はい、しっかり閉じれました。もうできてきましたね。でここの部分ですね、これがこのピンがあるんですけど、ピンでここちゃんと固定してあげます。こんな感じで、はい、これでだいたい上半身変形完了ですね。そしたら次下半身いきます。まずこれ胸になってたんですけど、これをパカッと開いて180度回転させて反対側にこうやってやります。でこの横の部分ですね、これがこう閉じてあげると、閉じてあげてからこうやります。でこの横についている部分をこうやって下に持っていって、反対側もこう持っていって、でこうやって、はい、やると、こんな感じで。でさっきの背中についていたこの部分ですね、これはこのボールジョイントでこうやって動かして下に持っていきます。反対側もくるっと動かして下に移動させると。でこれもしっかり両方噛み合わせてあげます。ガツッと。でこの部分もですね、この部分もちゃんと噛み合うようになってるので、でここですね、この部分、これが銃の時のトリガーになってるので、これしっかりこうやってパカって出してあげてください。で出したらここの黒い部分、これをカチッと、はい、ここに差し込むと、これでしっかりこのトリガーがこう動くようになりますね。でそしたらこれを締めます。カチッと締めてあげるとこんな感じでねなりますと。
そしたら次下半身いきましょう。下半身はまずこのサイドスカートを横にこうやって開いてあげまして、でこの足もさっきの腕と同じでこうパカパカこう開いて、で2つとも合わせるっていう感じになってます。まずはこのすねの部分ですね。ここでロックされてるので、ここの部分、このパーツをパカッと開いてあげて、で足がロックが外れて開くようになります。でそしたらちょっと分かりやすいようにこうやりますね。でここの、はい、太もも内ももの部分もパカッと開いてあげると、でこう開いた時にちょっとこう動かして調整してあげます。でこうなりますと、このスプリングがね仕込まれてて、くっついてる時はこうなってるんですけど、開いたらこうパカってこう出てくるようになりますね。で次この膝パーツは、はい、こう動かす時にちょっとこの部分、はい、だいたいパネルをこうだいたい全部ね開いてあげます。こういうパネルとか系を全部でこうやって、はい、こうやってやってね。でそしたら膝を動かせるので、これを動かして反対向きにしてあげると、こんな感じで、はい、でこうなりましたと。そしたら次、はい、この足、このかかとをまず収納して、でこれをここの隙間ね、ここに入れるんですよ。でその時にこうやってここの軸でグッとこっちに持ってきて、でこれちょっとね外れやすいので、外れてもいいんですけど、こうやってまた差し込んで、で足こう動くようになってるので、こう動かしてそのままこうやってここの隙間空間にこう入れてあげると。でこんな感じでね、はい、この下の方に入りましたと。でそしたら次、はい、このさっきのパカパカしたパネルの一部ですね、これをこうやって開いてきて、でここの部分でまた開けるので、こうやってパカッと開いてこっち向きにします。はい、これでだいたい OK ですね。そしたら次反対側行きましょう。こっちもさっきと同じように、まずこのすねの部分ですね。でこれ結構その開かない時あるので、開かない時はもうピンセットでこの隙間にピンセットをこう入れてあげて、はい、てこの原理でカチッとやってあげると開けやすいですね。でこうやって開いてあげて、そしてはい、次はこっちですね、内ももを開くと。でこのパネルをどんどん開いていきます。こうやって、はい、開いてこれも開くと。で足いきますか。この足をさっきと同じようにこう内側に持ってきつつ、で取れるのでもう一回つけてあげて、でこんな感じで稼働させながらこうやってここに収納してあげるという感じですね。でこの右足は上の方なんですけど、左足はこう下の方になって、ちゃんとこう対になるように入れてあげます。というかそういう変形になってるので。でそしたら最後この部分ですね、この部分をパカッと開いてくるっとやってあげると。でそしたらこれをガチッと合わせるんですけど、その時に結構挟み込むものがありまして、一番最初肩から外したこのパーツも挟み込みます。まずはここですね、この部分、ここの部分にこれをこうやって取り付けて、でこっち側にもこう取り付ける部分があるので、こうやって取り付けてあげると、これね。でもう一つこの部分で、これ合わせる時ここの股関節の部分一段下にこうやってちょっと変な音しますけど一段下げてあげて、はい、こうやって、でこれをここですね、この部分こう見えますかね、この部分にパチッとこう合わせてあげると。でそこに合わせて反対側の足も一段下げてあげて、でこの膝ちょっとやるの忘れてました。こうやって回して、でここを左右こう合わせてあげると。でその時にちゃんとこことあとこれね、黒い部分パーツ、これもしっかりと合わせてあげつつっていう感じでこうガチガチと
合わせていきますよ。はい、こんな感じで、はい、こうバチバチこう合わせていったら、はい、大体あとロックですね。ロックまず1個目、ここのさっきの足のパネルですね。これをこうやってやって、でここの部分でカチッとロックします。でこの後ろの方、はい、これもまずはこっちをこうやって閉じて、その上からこれを閉じてあげると、はい、でこれでしっかりとこう閉じられると、でロックもされるっていう仕組みになっております。でそしたら、はい、この横のサイドスカート、これ最初こうだったんですけど、これも1段こうヒンジで下げてあげて、ここのピンがあるんですけど、ここにこの穴をねこう入れてあげますと、それで固定する。はい、反対側もこれをここで固定してあげると、これでもうだいぶ銃っぽくなってきましたね。あとはもうこの武器たちを取り付けるだけになります。まずこれを伸ばしてあげると、この筒がね伸びるので、はい、こうやってスッとこう伸ばしてあげると、でこれをそのままこの先端にスーススススッとこう入れてあげると、でこんな感じになります。次スコープ、このスコープを上の方、ここにガチッと取り付けてあげると、そしてこの武器、これはこの横の部分にこう穴があるので、そこにギュッと入れてあげると、これでくっつきます。そしてラスト、この立てる部分、これを、はい、こうやってあげて、で前の方にパチャッと、はい、取り付けてあげると、これで映んない、はい、スナイパーライフルモードになります。どうでしょうか。めちゃくちゃでかい。ほら見てください、こんなにでかい。うわ危ない危ないここちょっとここ持つとこうスポッて抜けるので危ないですねいやこれ見てください、ほらめちゃくちゃかっこいい。こんな感じで、いやこれはねすごいですよ。でこのスコープの部分で見えるかな、これしっかりとこう向こう側が見えるようになってて、ちゃんとスコープっぽくなってます。ほらこんな感じで、いやすごいよね。この見た目もめっちゃ好きですね。もうほんとで、これなんと弾を発射できるんですよ。弾がねこんな感じになってて、この灰色の硬いパーツとこの柔らかい白いパーツでね構成されてるんですけど、これを実際に装填するっていう感じになってます。まずここの黒い部分を引くとロックが外れて、これがパカって開くようになります。こんな感じで、でここにこの弾をこう入れてあげて、でこれ閉じると、今ちょっと説明しますね。でここの横の黒いのを引いて、でここのトリガーを引くとこんな感じで発射できるっていう感じになってます。でもこれ説明書に書いてなくて、やり方がなのでこれ最初に弾入れると発射できなくなるんですよ、なぜか。なので自分のやり方としては、まず弾入れてない状態でこれを引くと、で引く時にこのトリガーがこう後ろにあると、はい、カチッてなんないんですよ。なのでトリガーちょっと前にこう持ってきてあげてから、はい、カチッとやります。でカチッとできたら、ここの部分に弾を入れると、はい、弾を入れて、で閉じます。こんな感じで、そしたら早速もう撃つっていう感じになってます。それでは的を撃ってみたいと思います。いきます。はい、こんな感じで結構威力あるんですよね。で撃ち終わったらまたちょっとこのトリガーを前に向けてあげて、でここをカチッと
引いてあげてから、ここにこの部分開いて、これ玉を入れてあげると。で玉を入れて閉じて、また打てるよって感じになっております。こんな感じでね。ということで、このスナイパーライフルからロボットに変形するおもちゃいかがだったでしょうか。いや、これはねすごいですね。このスナイパーライフルの見た目ももちろんいいし、ちゃんと弾を発射できるっていうそのギミックを仕込みつつ変形もしっかりさせてるっていうところに感動しましたね。でロボットモードもこのスナイパーライフルのおまけとかじゃなくて、しっかり稼働もするし武器もついてるしっていうのがすごい良かったなと思いました。発光ギミックとかもあるしね。あと言うの忘れてたんですけど、これのこの部分、これなんかねちょっとラバーっぽい、触りやすい、触り心地のいい素材になってたりとか、結構こだわりがねほんとすごいんですよ。ちゃんとスコープが覗けたりとかね、ほんと銃好きな人がね作ってるんだろうなっていうのが伝わる商品でございました。ということで皆さん、このおもちゃいいなと思った方ぜひね手に取ってみてはいかがでしょうか。これそうですね、 Amazon で、輸入品なのでちょっと1万円ぐらいはしたんですけど、このでかさで1万円ちゃんと変形して銃になってそれが撃ててっていうのは自分はめちゃくちゃありだと思いますね。ということでいいなと思った方ぜひチャンネル登録や高評価、Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。